皆様こんにちは。宇治原実です。世界に誇る日本人の心、副題として日本人こそ聖書の民だったというテーマで皆様とご一緒に考えたいと思います。本日は11月6日第56回目です。本日のテーマです。日本の分割統治を阻止したスリランカ大統領の演説です。本日のポイントです。日本は1951年サンフランシスコ講和会議で晴れて独立国として認められました。この時日本に多大な貢献をしてくださったのがスリランカ大統領でした。日本の分割統治に反対し賠償請求の放棄を主張しました。この会議に出席したほとんどの代表の心を動かす歴史的な演説でした。これが日本の国際復帰への道につながったのです。1951年のサンフランシスコ講和会議において、並み居る戦勝国は日本に対して賠償と制裁処置を叫びました。中央署名しているのは元吉田首相です。日露戦争以来の恨みを持つソ連は、日本に平和や自由を与えることは許されない。国を分割して統治すべきと主張。米、ソ、英、中の4カ国だけで分割統治を提唱しました。その分割案に正面から反対した国が、なんと出席国の中で最も弱小の島、英連邦内自治領セイロン、現スリランカ代表でした。同じアジアの仏教国という立場から参加国に寛容の精神を求め、日本に対するいかなる制裁にも反対し、日本の完全独立を認めて国際社会の一員として迎えるべきだと説きました。このスピーチが当時日本に厳しい制裁処置を加えようとしていた諸外国代表の心を打ちました。それによる反対を押し切ったのです。彼はその演説の中で特に重要な4点を各国代表に語りかけました。その1番目、アジアの諸国民が日本は自由でなければならないということに関心を持っているのはなぜでしょうか。それは日本と我々の長い関係のためです。また、アジアの諸国民の中で日本だけが強力で自由であり、日本を保護者にして盟友として見上げていたときに、アジアの諸国民が日本に対して抱いていた高い尊敬のためであります。長年、西洋諸国に虐げられてきたアジアのためにとって、大国ロシアを破り、独立を守った日本は希望の星だったのです。2、もし再びソ連が米国に対して、琉球諸島と小笠原諸島の日本への返還を望んでいるのであれば、なぜ南樺太や千島列島もそれは日本に返還されないのでしょうか。ソ連の修正案は表現の自由、報道の自由、宗教的崇拝の出版、政治的意見の自由、公の場での集会の基本的自由を日本の人々に保障しようとしていることに注目すべきです。ソ連の自国民でさえも所有し共有したいと心から熱望している自由です。こうしてソ連の矛盾をついたのです。小国でありながら大国に少しも媚びを売ることがありません。国家の尊厳とは国力ではなく、むしろ誇りではないかとさえ考えさせられます。3、本条約の目的は日本を自由にすること。日本の回復にいかなる制限も課さないこと。日本が外部からの侵略や内部の国家転覆に対して独自の軍事防衛を組織すること。そうするまでは友好国の助けを借りて日本を守ること。そして日本の経済に損害を与える賠償金を日本に要求しないことです。この条約は敗戦した敵に対しても寛大なものであります。我々は
日本に友好の手を差し伸べます。4、憎しみは憎しみによって消え去るものではなく、ただ慈悲によってのみ消え去るものです。と、ブッダの言葉を引用し演説しました。日本に対する寛容と慈悲を呼びかけ、賠償請求の放棄を宣言。この勇気ある演説が日本の戦後復興の第一歩となりました。演説が終わると、称賛の声の嵐で会場の窓ガラスが割れるほどだったそうです。故吉田首相は、スリランカへの恩を日本人は未来永劫伝えなければならないと口にしたと言います。これこそ両国の絆となるからです。ここで日本と深い絆にある二つの国の物語をご紹介したいと思います。私の YouTube1 回目と2回目で昨年9月にアップした内容です。何年経とうが受けた恩を忘れず、それを子々孫々語り継げたのです。はるか昔の出来事ですが、両国は日本から受けた恩を忘れることがありませんでした。一つ目、今から131年前に起きた出来事です。トルコの軍艦エルトゥルル号の遭難事故のことを多くの日本人は知らないか忘れています。トルコが親日的な理由は、この未曾有の海難事故で当時の日本人が身の危険を顧みず、猛烈な台風の中、遭難したトルコの船員を必死で救助したところにあります。両国の絆の物語には続きがあります。イラン・イラク戦争で緊迫する1985年、イラン在住の日本人215名が脱出できず、途方に暮れていました。先日のアフガン・カブール空港を思い起こさせます。その時、救助を救ったのはトルコ政府でした。2機のトルコ航空機をテヘランへ派遣することを申し出て、215人の在留邦人を無事に救出することができました。この時、前駐日トルコ大使はこう答えました。私たちは95年前の日本人の恩を忘れていません。エルトゥール号の事故に際し、大島の人たちや日本人がしてくださった献身的な救助活動を、今もトルコの人たちは忘れていません。私も小学校の頃、歴史で学びました。トルコは子供たちでさえ、エルトゥール号のことを知っています。今の日本人が知らないだけです。受けた恩を95年も語り継いでいます。もう一つ、シベリア残留のポーランド孤児を救った日本人の話です。第一次世界大戦が終わって、ようやくポーランドは独立を回復しました。しかし、シベリアに流刑となっていたポーランド人たちは、祖国に帰れず、絶望に陥りました。この時、助けようと名乗り出た国が、唯一大正時代の日本でした。日本赤十字社とシベリアに出兵していた日本陸軍の兵士たちが大活躍しました。彼らは極寒のシベリアに入り込み、せめて親を亡くしたポーランド人孤児だけでも助けようと悪戦苦闘を続けました。彼らは3年近くにわたってその活動を続けて、合計765名の孤児たちをシベリアから救出し、日本で治療したのです。写真はシベリア孤児と日本人看護婦です。横浜の港から船が出るとき、幼い孤児たちは泣いて乗船するのを嫌がったそうです。親身になって世話をしてくれた日本人たちは、孤児たちの父となり母となっていたからです。その時、ポーランド極東委員会の副会長、ヤコブ・ケビッチ氏は感謝を述べました。日本は我がポーランドとは全く異なる地球の反対側に存在する国です。しかし我が風なるポーランド孤児に核も深く同情を寄せ、心から憐憫の情を表してくれました。
我々ポーランド人は肝に銘じてその恩を忘れることはありません。ここにポーランド国民は日本に対し最も深い尊敬、最も深い感恩、最も温かき友情、愛情を持っていることをお伝えしたいと思います。さて、この出来事から76年の歳月が過ぎた1995年のことでした。1月17日、阪神・淡路大震災が起きました。その時、真っ先に被災者の救済に飛んできてくれたのはポーランドの人たちでした。また彼らはその大震災の後、孤児となった人たちをたくさんポーランドに招いて激励会を開いてくれたのです。いつかポーランド人としてこの恩を返したいと心に念じていました。何十年経とうが受けた恩を忘れない。いつかお返ししたい。それはどの民族にもかかわらず人として当然の思いです。ポーランドとトルコはそれを何十年語り続けてきたのです。しかし私たちの国日本ではほとんど聞かされたことがありません。とても残念なことですね。吉田元首相はスリランカへの恩を日本人は未来永劫伝えなければならないと述べました。しかしこの恩をあだで返すような悲しい出来事が今年8月に起きました。2021年8月10日 NHK の記事です。収容のスリランカ人女性死亡。体制不十分。局長ら4人処分。名古屋出入国在留管理局に収容されていたスリランカ人の女性が死亡した問題で、出入国在留管理庁は、女性が医療機関での診察を求めても、現場の職員が必要ないと判断するなど、適切な治療を行う体制が不十分だったとする最終報告を公表し、局長ら幹部4人を訓告などの処分にしました。来日した妹2人は、入管がもっと配慮していれば、姉が亡くなることはなかったと思います。私の姉は日本人を愛し、英語を教えるためにやってきました。このような死に至ったのは信じがたいし、本当に悲しい気持ちです。最終報告が信用できる正確なものであることを望みます。と訴えました。この女性は、ウィッシュ・サンダマリといい、こよなく日本を愛し、夢を抱いて日本に来られたのです。しかし、日本の対応は不十分でした。ことに日本とスリランカの尊い歴史をほとんどの日本人は知りませんから、事務的な扱いになったのかもしれません。これを聞いたスリランカ人は、日本に対してどのような感情を抱いたことでしょうか。長年の親日的な感情に水を差したことは間違いありません。さて、先ほど紹介したジャヤ・ワルダナ氏は、閣僚、首相、大統領としてたびたび訪日されています。昭和天皇との会見も2回以上行われ、さらに政界引退後も日本を訪れています。彼は自分の愛した両国をいつまでも見ていたいという思いから、自身の目の角膜の一つをスリランカ人に、もう一つを日本人のために役立ててほしいと遺言を残しました。日本では1999年に群馬県の女性に角膜が移植されました。ジャヤ・ワルダナ氏が移植した片方の目で日本をご覧になったら、どのような思いを抱かれるか、寂しくなります。羨望の眼差しを持って見つめたかつての日本とは随分変わってしまいました。私は日本人が戦後白状になったとは思いたくありません。むしろスリランカ大統領が日本を助けてくださったという事実を聞いたことがありません。歴史で教えてくれたなら、時代は大きく変わったことでしょう。スリランカと日本との距離は縮まり、相互の交流は
豊かになったと思います。そしてトルコと日本のことも、ポーランドと日本の歴史もまた同様なのです。そこに日本人を貶めようとする反日勢力の意図的な力を感じざるを得ません。正しく歴史を語り継ぐ重要さを改めて感じます。むしろ日本はアジアの国々にご迷惑をおかけしたと聞かされ続けてきた結果、誇りを失い、自分たちの歴史を学ぶことも語り継ぐこともやめてしまったのではないでしょうか。私が毎回ことわざのように繰り返しているフレーズを今日もお話しいたします。私たちには忘れてはならない、どうしても語り継がなければならないことがあると思います。それは戦争の悲惨さだけではなく、日本人としての誇りではないでしょうか。世界に感動を与えた日本人の素晴らしさは独立の精神でした。歴史を忘れた民族は滅びると言われています。迫害と離散の歴史を持つイスラエル人が今日見る通り再建されたのは、民族の歴史を語り継いだからです。後になってあなたの息子があなたに尋ねて、私たちの神主があなた方に命じられたこの諭しと掟と定めとはどういうことかというなら、あなたは自分の息子にこう言いなさい。私たちはエジプトでパロの奴隷であったが、主が力強い御手を持って私たちをエジプトから連れ出された。それで主は私たちがこのすべての掟を行い、私たちの神主を恐れるように命じられた。それは今日のようにいつまでも私たちが幸せであり、生き残るためである。旧約聖書申命記6章。自分の息子にこう言いなさい。いつまでも幸せであり、生き残るためである。民族の歴史と戒めを子々孫々語り継いだことがイスラエル存続の秘訣でした。次回のテーマです。台湾発展の基礎を築いた日本人1回目、六子先生の墓です。よろしければチャンネル登録、ご感想いただければ嬉しいです。本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。